はい、こんにちは。今日はね、発電いろいろやっていきたいと思います。この世界では電池を充電する方法がいくつかあるので、それらをいろいろと試していく感じです。ということで、行ってみましょう。まずは発電に必要なのはモーター。これは電力を消費して回転するわけなんだけど、この時軸に向かって時計回りに回ってます。これを反時計回りに回すと、この確認用にくっつけた LED が光ってることから電力が発生していることが確認できます。今回発電する方法をいくつか紹介するんだけど、一部の例外を除いて基本的に発電にはモーターが必要ってことで認識しといてください。で、今こうやって回してて若干充電はできてるんだけど、手で回すのはさすがにきついので、これをいかに楽をして回すかが今回の主題です。まず手っ取り早いところでこのドローンで発電してみましょうか。こいつを反時計回りになる向きでモーターにくっつけると、腕力で回すよりもいい回転をしますね。こいつは不思議パワーで永遠に動くのと、ドローンの数を増やせばもっといけるんだけど、問題は装置自体が大掛かりになるので、乗り物に搭載したりは難しいところかな。これはこれでいいとして、次はエンジンを使った火力発電。エンジンは加熱すると時計回りに回転するので、これをモーターに向かい合わせにくっつけると、モーターが反時計回りに回って発電する。ちゃんと高さを固定してやらないと軸が変なよじれ方をしたり、効率よく回ってくれなかったりするので、この辺はうまく調整します。これで火をつけてみると、これ物の付け外しで軸の挙動が変わったりするみたいなので、うまく動かないときはいっぺん何かをくっつけたり外したりすると動いたりするんだけど、ひとまずうまいこと動いてますね。で、まだ充電したい電池はあるんだけど、火が消えちゃったか。草だと燃え尽きるのが早いので、こういう時に便利なのが松ぼっくり。物体は大きなものほど長時間燃えるのと、その時大きな炎を上げるんだけど、松ぼっくりはこの大きさで結構長時間燃えるので燃料として効率がいいし、この大きさだと大きな炎は上がらないので、他のものに燃え移る危険性が少ないのがいいところですね。で、引き続き充電すると、かなりいいスピードで充電できますね。そんなこんなで必要な分は充電できたので、ここで前回空中遺跡から放り投げた資材を取りに行きましょうか。とはいえ、このヘリコプターは荷物を搭載するスペックがないことも分かってるので、スクーターに作り変えた方がいいかな。はい、このようにね、火の近くで可燃物を取り扱うときは注意しましょう。とにかくスクーターに予備の電池と最低限の作業道具を積み込んで、いざ。で、この後も他の充電方法をやっていくんだけど、結論から先に言うと、うちでは主にさっきの火
火力発電を使うことになります。っていうのも、使う資材も実質比較的簡単にゲットできるエンジンだけで済むのと、大掛かりな仕組みも必要ないっていうのが理由ですね。とにかくよいしょ。こいつはこいつでこの坂を登るスペックがないことも分かっているので、この辺りが限界か。その辺は想定内なので、それはそれでいいとして、ロケットエンジンが見つかりました。他にもいろいろ落としたんだけど、どの辺に落としたんだっけな。あんまし遠くまで飛んだような気はしないんだけど、もしかして海に転がり落ちた？あったあった。この電池もほぼ空っぽなので、後で充電しときます。で、あとはソーラーパネルも転がってるはずなんだけど、どこ？やっぱ海か？あんなところまで。ちなみに海を泳ぐときは、手をこんな感じで水かきするみたいに動かせば前に進めます。潜るときは下から上に水かきをする感じですね。とにかく次の発電方法で使うのか、このソーラーパネルなんだけど、ちょっと実験しやすい場所まで移動して、こいつの使い方は簡単で、太陽光が当たるところに設置して、ここに電池をくっつけるだけ。こうすると、見た感じ全然なんだけど、ソーラーパネルは発電量が大したことないので、目に見えた速度では充電が進まないんだよね。あと、できるだけ太陽光を正面から受けれるようにすれば効率が上がるんじゃないかって思って試してるんだけど、目に見えた効果はないですね。そもそもこの大きさだと短時間では十分な性能を発揮しないってのも分かっているので、こいつは一遍置いといて、次の実験場所に向かいましょうか。って言ってもね、この後実は困ったことになるんだけど、順を追って話しましょうか。そんな感じで次にやっていくのは、噴気口の熱を使った地熱発電。さっきの火力発電の応用になるんだけど、火を使わずにエンジンで発電します。どういうことかというと、この噴気口の外側は6度で、噴気口の内側は100度。この温度差でエンジンを回します。試しにエンジンを噴気口の中に持っていったり、外側に持っていったりすると回転するんだけど、これが温度差で回転してるってことですね。さらに細かいことを言うと、加熱されてる間回って100度に近くなるほど弱くなる。で、放熱してる間も回って6度に近くなるほど弱くなる。ここで注意しないといけないのが、加熱されてる間は反時計回り、放熱してる間は時計回りってこと。なので、さっき火力発電をした時もそうなんだけど、一般的に物を燃やして時計回りに回転する時ってのは放熱により回ってるってことですね。なので、うまいことエンジンに熱を与えつつ放熱させるっていう仕組みを作るために、エ
ンジンを外側に置いて、ここに熱を伝達しやすい鉄の棒をくっつけて、噴気口内の熱を伝導させる。仕組み自体はこれでやってるはずなんだけど、あれこれ昔は実際にうまく使えたはずなんだけど、どっかのアップデートで動かなくなってるかもしんない。ってな話を公式ディスコードで質問したところ、今のところ再現できたって話は出てきてないし、なんか新しい仕組みが爆誕してたりして、よくわかんないことになってますね。そっちの新しい仕組みは発明者に丸投げしとくとして、この後もいろいろ試してたんだけど、結論から言うとうまく動きませんでした。これはうまくできた方は教えてください。ってことで諦めときましょうか。ちなみに公式ディスコードではいろんな人たちがいて、質問したりすると答えてくれたりするので、自力で行き詰まったらそっちで聞いてみるのもいいかもですね。はい。で、さっき放置してた太陽光発電、カットした時間を含めるとまあまあ長時間作業してたのもあって、割と充電できてますね。よし、まだやりたいことはあるので、荷物をまとめていざ。ちなみに太陽光発電に関しては、もっとパネルをいっぱい増やせば発電量が上がるのと、何も消費しないし複雑な仕組みも必要ないってのがメリットですね。ただソーラーパネル自体が結構レア素材なので、実用レベルになるのはもっと先かな。とにかく最後に紹介するのは風力発電。あいつ上にモーターがついてるんだけど、それを風で回して発電してるんだよね。ただビーム砲が邪魔なので、できれば銃でビーム砲だけ壊したかったんだけど、それができなかったのがこの前の話。しょうがないので、ここで使うのがこの前使ったゴム製のジャンプ台。これでジャンプしてビーム砲をぶん殴って壊します。って言ってもね、これね、結構操作が難しいし、なかなか簡単にできるわけでもないんだけど、私くらいのつよつよプレイヤーともなると、うまくいったかのように編集するのもたやすい。尺の都合もあるんでね。で、本題の風力発電なんだけど、これも発電量は少なめかな。これを強化するってのも試したことはあるんだけど、目立った成果が上げられなかったのと、風力発電は風の強さで発電量が変わってくるので、労力に対する効果があるのかは疑問ですね。そんなこんなでやりたいことは一通りやったので、基地まで戻りましょうか。ということで、発電いろいろやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。途中言ったように、うちでは日常的には火力発電をメインで使っていくんだけど、一応無限発電ってものも紹介しときましょうか。これはモーター2つを電動体でくっつけて、片方を電気で回すともう片方が発電するっていう、言ってしまえばバグ技なんだけど、
結構活用してる人は多いですね。で、これは便利すぎるっていう理由でうちの本編では積極的には使わない方針なんだけど、ライブは本編とは別で何でもありにしてるので、そっちはそっちでお楽しみください。で、今回なんで充電が必要だったのかというと、ヘリで長距離移動したかったからなんだよね。まあ時間もしてるので、実際に移動しながらお話しすると、十分な電池が揃ったところでそろそろ連想系の部品が欲しくなってるんだけど、連想系の部品をゲットするにはロボットと戦わないといけない。で、この山はスクーターで越えるのが難しいので、それでヘリを使いたかったってのと、そもそもこの山の向こうにロボットがいるかどうかってのは空からの方が確認しやすいってな話なんだけど、いますね。よしよし、あとはどうやってロボットと戦うかってところで次回に続きましょうか。ということで、次回は戦闘用スクーターやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。